んにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。先日、母と一緒に遺言書を作成するために公証役場に行ってまいりました。それでですね、結局その日は証書は作成できなくてですね、相談のみに終わって、再度今月の末にもう一度予約を入れていただいて、その時に正式な証書を作るということになりました。いろいろ本当に大変でね、こういうものは作るんだったら早めに作っといた方がいいんじゃないかなと思いました。公正遺言書の作成っていうのは、公証人と2人の証人の前で行うんですけれども、この証人っていう2名には推定相続人、つまり私みたいな関係者はなれないんですよね。そして遺言書作成スペースがあるんですけども、その中には推定相続人、つまり私ですよね、は入れないので、同席はできないんですね。いよいよ母に聞き取りを行って遺言書を作成するってなると、私は外に出されるわけで、待合スペースで待ってるわけなんですけれども、その遺言書作成スペースといっても個室になっているわけではなくて、簡単なパーティションで仕切ってあるだけなので、中で話してる声は外に漏れ聞こえてくるわけなんですね。そうするとやはりなかなかこの法律関係の事務の理解っていうのが、94歳で元気とはいえですね、高齢な母にはすんなりとはいかないわけで、公証人の先生が何度も何度も同じことを説明してくださっているのが聞こえてきたり、また母も同じような質問を何度もしているのが聞こえてきたりして、やはり元気なうちに作るんだったら作っておいた方がいいんじゃないかなと思いました。私自身はもう知恵も残さずエンディングを迎える人生を送りたいと心から思っておりますので、このような心配からは解放されるはずです。それと個人で弁護士さんを通さないでですね、公証役場で証書遺言を作成した時の費用なんですけれども、まず証書の作成手数料ですね。でこれは財産の内容によって変わってくるようなんですけれども、通常そんなに何十万もかかるというようなものではないようです。もちろんね、財産がすごくたくさんあって何百億も財産ありますってなると、またそれは違ってくると思います。あとですね、証書遺言作成にあたり、先ほどお話しした2名の証人の立ち会いが必要なんですね。自分で誰か利害関係のない方に頼んで一緒に来てもらって立ち会ってもらうということもできまして、でこの場合はお金はかからないんですが、適切な方が見つからなくて公証役場の方で立会人を手配していただくと、1人につき6000円の謝礼という形でお支払いする必要があるそうです。今回私たちは最初に法律事務所に相談に行って、弁護士さんに事情をお話ししてですね、遺言書の中身についてアドバイスをいただきました。その時の相談料として1時間近く相談していただいたので1万1000円お支払いしました。でその時のお話から続いてですね、さらに弁護士さんに公正証書遺言の作成をお願いしますと、着手金として15万円プラス税の16万5000円、これは弁護士さんの方にお支払いしなきゃいけないんですよね。なのでよほど複雑な内容の証書を作るのでなければ、弁護士さんにある程度内容のアドバイスをいただき、それに従って個人で公証役場に行って作ると、かなり費用は抑えられるんじゃないかなと思います。もちろんその後ね、いよいよ遺言書執行の段階になるとまた揉めることも出てくるのかなと思うので、その時期になったらまた弁護士さんにお願いするか検討して参りたいと思っております。あとですね、任意後見制度というのも利用させていただくことにして契約を締結することにしました。でこれも当日行ったらすぐできるというものではないようで、またこれも4月中もう一度母と一緒に公証役場に出向いて証書を作ってもらうことになってます。でこれは何かと言いますと、本人がね、十分な判断能力がまだある時に、あらかじめ後見人となる人とかね、将来その人に任せたい管理の内容を公正証書による契約で
決めておきます。そしていよいよ本人の判断能力が不十分になった後に後見人が委任されたことを実際に本人に代わって行うという制度なんですよね。で、これを利用するには公正証書によって契約する必要がありまして、私と母が契約を締結して、私の母に認知症の症状が出てきているなーっていう時が来ましたら、家庭裁判所に対して任意後見人監督選任の申し立てというのをします。そうしますと家庭裁判所が任意後見人を選任して、受任者、つまり私がですね、任意後見人となって管理を開始するということになります。で、さらにこの任意後見契約の中には特攻型、将来型、移行型っていう3つの種類がありまして、今回私と母は移行型任意後見契約を締結することにしました。速攻型っていうのは契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うという契約ですね。そして将来型っていうのは、判断能力が下がった時に任意後見人から保護を受けるというものです。移行型っていうのは通常の任意契約を任意後見契約と同時に締結します。そして当初は任意契約に基づく見守りとか管理を行い、本人の判断能力がいよいよ低下してきた後に任意後見監督人という立場に移行していくという形のものですね。なんでこれ締結しようとしてるかと言いますとですね、1年に1回あるかないかなんですけれども、母からですね、買った覚えがないんだけどなんかこんなものが届いたのというような電話があったりするわけなんですね。で、販売元の会社に電話をして確認してみますと、履歴を調べてくれて、いや確かにそのお母様が何月何日何時何分にお電話をいただいて、こういう注文をいただいてますみたいなことを言われたことがあったんですよね。で、母に聞いたらおかしいわねと言ってたことがあったので、今のうちにね、こういう契約をしておくと安心かなと思って契約することにしました。